ミアが我が家に来てから64週間が経ちました。最近ミアの散歩をしていたら、おじいさんと男の子からそれぞれ違う話しかけられ方をしたので、世代間の違いは改めて面白いなと思ったので共有します。まずおじいさんには、こんなガリガリでちゃんとご飯食べているのかと冗談交じりで言われました。心の中では細く見えますが、これでも 5.5 キロはあるんですよね。そして我が家では一番食い意地があるのがミアなんですよねと思いながらおじいさんと話をしていました。それから男の子にはカンガルーみたいと言われました。最初はどの辺がカンガルーなんだろうと考えましたが、男の子の目線の高さでミアが歩いてくるのを見たら、足の長さと細さ、首の長さと頭の小ささを考慮すると、確かにカンガルーを松崎しげる化させたら板暮れに似てくると妙に納得しました。こんな感じでさまざまな感性に触れると、自分の認識が凝り固まったものになっていないかといった自分を顧みるきっかけになりますね。さて、2つ前の動画でミアが散歩中などに男性に吠えてしまう原因が分からず悩んでいるという内容をお伝えしましたが、最近娘から面白い仮説の提示がありました。それは娘のおじいちゃんがちょっとワンちゃんに対する苦手意識があり、たまに自宅を訪ねていただいた時に娘とおじいちゃんが団らんしていると、ミアは娘がいじめられていると勘違いするのか、会話が盛り上がるとゲージの中から吠えてしまうことがありました。これが積み重なって、家族以外の男性が近づくと家族に危険が及ぶかもしれないという危険予知回避能力が発動して吠えてしまうというものです。現状この仮説を覆すほどの事実がないので、男性嫌いの改善のためにはいろんな人との触れ合いを増やすしかないのですが、ミアは目がいいのでかなり遠くにいる男性にも気づいてしまい、触れ合いに至るまでがかなり厳しいです。可能であればドッグランで触れ合いをさせたいのですが、今度は骨折の影響でテンションを上げられると何が起こるかわからないので、積極的に対応できないなぁと思っています。まずは骨折をしっかり治してから、次に男性嫌いの克服ですね。そういえば正月休みに体調を崩していた時にサラダを食べたくなったので、レタスとトマトを買ってきて、ウサギのようにレタスをもしゃもしゃと食べていたら、ミアが隣にやってきてゆっくりとトマトをパクッと食べたのを見てびっくりしました。先代のジャック・ラッセルテリアは野菜は好んで食べなかったので、ルパン以上に堂々とお皿の上からトマトをつまみ食いしたので動けませんでした。これがきっかけになったかのように、ミアはトマトを切っているとキッチンにやってきて、トマトを前足でツンツンして落として食べようとするぐらい好きになったようです。まあイタリアンの名を冠する犬種ですから、ボーノなトマトを食べてしまったら情熱的になってしまうのは必然だったのかもしれません。これでミアはトマト、パン生地、乳製品が好きということが判明したので、ミアが食べられるピザを作ってあげてもいいかなと思っています。ただミアに牛乳は使えないので、ペットショップに売られているパピーミルクやヤギミルクを使って作ってみようと思います。引き続きこんな感じで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをクリックしていただき、アドバイスコメントをよろしくお願いいたします。